ねえねえメタン、井上馨ってなんかすごい人なんでしょ。渋沢栄一っていうこれまたすごい人となんかめちゃくちゃやり合ったって聞いたのだ。一体何があったのだ。あら、ずんだもん、いいところに目をつけたわね。今日は近代日本の経済の土台を作った2人の巨人、井上馨と渋沢栄一が国の予算をめぐって大激論を交わした話をしてあげる。財政のピンチ。明治時代が始まってすぐの日本ははっきり言って火の車だったの。江戸時代の仕組みを全部変えて新しい国を作るのにはとにかくお金がかかった。鉄道を敷いたり工場を建てたり軍隊を強くしたり。うわ、お金がいくらあっても足りなそうなのだ。まるでお小遣いをもらってすぐに全部使っちゃう僕みたいなのだ。その通りよ。政府は歳入、つまり国に入ってくるお金よりも歳出、つまり出ていくお金の方がずっと多い赤字状態に苦しんでいたの。このままじゃ国が破産しちゃうってみんな党を抱えていたわ。大蔵卿、井上馨。そんな大ピンチの時に大蔵卿、今でいう財務大臣に就任したのが井上馨よ。彼は長州藩出身の切れ者で海外の知識も豊富だった。井上はこのままじゃダメだ、まずは国の財布の紐をギュッと締めないとって考えたの。おう、頼りになりそうなのだ。具体的には何をしたのだ。井上はまず全ての省庁に対してこれ以上お金は使わせませんって宣言したの。これを歳出削減って言うんだけど、今までのどんぶり勘定を改めて徹底的に無駄をなくそうとしたのよ。役人の数も減らしたし給料もカットした。まさに鬼の大蔵卿って感じね。スーパー官僚、渋沢栄一。でもこの井上のやり方にちょっと待ったって声を上げた人物がいたの。それが当時大蔵省のエース官僚だった渋沢栄一よ。彼は後の日本資本主義の父と呼ばれるほどの経済の天才だったわ。渋沢栄一が反対したのだ。なんでなのだ。無駄をなくすのは良いことじゃないのだ。もちろん渋沢も無駄遣いはダメだと思ってたわ。でも彼の考えは少し違ったの。確かに今は苦しい。でも未来の日本のために必要な投資まで削ってどうするんですかって大激論の始まり。渋沢は新しい産業を育てるためのお金や教育のためのお金はたとえ借金してでも使うべきだと主張したの。目先の赤字を減らすことばかり考えて未来の成長の芽を摘んでしまったら元も子もないじゃないってね。なるほど、井上さんは節約第一で、渋沢さんは未来への投資が大事ってことなのだな。どっちの言い分もわかるのだ。そうなのよ。ここから2人の大激論が始まるの。井上は理想ばかり言っていては国が潰れると怒鳴り、渋沢は目先のことしか見ないでどうすると反論する。毎日大蔵省の廊下に2人の怒鳴り声が響き渡っていたらしいわ。まさに国の未来をかけた大喧嘩ね。改革の結末。結局この論争は渋沢がもうこんな政府じゃやってられないって言って大蔵省を辞めてしまう形で終わるの。渋沢さん辞めちゃったのだ。じゃあ井上さんの勝ちってことなのだ。一概にはそうとは言えないわね。渋沢が去った後も井上は財政の立て直しに尽力したけど、彼の急進的な改革には反発も多くて、結局彼も大蔵卿を辞めることになるの。でもね、大事なのはここから。ここから。そう、この2人の真剣な議論があったからこそ明治政府はただ節約するだけじゃダメだ、未来への投資も必要だっていう近代的な予算の考え方を学ぶことができたの。そして政府を辞めた渋沢栄一は民間の立場で次々と会社を立ち上げて日本の産業を大きく発展させていった。彼の活躍があったからこそ日本は急速に近代化できたのよ。そっか、喧嘩はしたけど2人とも本気で日本のことを考えてたのだな。その熱い思いが今の日本を作ったのだ。なんだか胸が熱くなるのだ。ふふ、その通りよ。井上馨の緊縮財政と渋沢栄一の積極投資、この2つの考え方がぶつかり合ったからこそ日本の経済はバランスを取りながら大きく成長できた。まさに近代日本の礎を築いた大激論だったと言えるわね。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。